どうも、ケイスケです。今日はですね、いつもと違う場所、なんならいつもと違う国、日本、大阪にいるんですけども、今日このホテルを中心として、ルミックスのイベントにやってきました。ルミックスグローバルサミットというイベントで、なんと新しいカメラの発表があるっていうのを噂で聞いてて、実はね、何にも詳細知らされてないんですよね。なので、ちょっとこれからその情報だったりとか、どんなカメラが出るのか、あとはいろんなクリエイターさんいるらしいので、その人たちと絡んでいきたいと思います。早速行ってみましょう。トマロク早速、タクシーにスマホ忘れる。やば、今一緒についてんけど、タクシーにスマホ忘れて。今だからスマホなしで赤ちゃん。おじゃあ、お疲れ様です。お久しぶりです。なんか背でかくなりましたみんな。俺だけなんか背でかい。俺ちっちゃかったもしかして。チェマテー。久しぶりです。About 1 year? 1 year. So we are living in now Australia. Oh, Australia. Yeah, but so come to Japan. Short time. Short time. Just 1 week. Just 1 week. Yeah. こんにちは。お久しぶりです。お久しぶり。初めましてか。顔がそう会ったことある風すぎて全員初めましてじゃなく思ったマスさんです。こんにちは。うわー邪魔やー。めっちゃ邪魔。すごいの出た。結論これ。よっしゃ開封するでー。あ、プロコン持ってるやつ俺今。ってことで、てるん。案件感すごい。よいしょ。感じです。It's nice. ちっちゃいやっぱり。すごい。ヒカキンスポイント。すごい。めっちゃ手ブレ補正機構入ってる。なんのブルンブルンブルン。そうなんや。あ、ほんまや。いやだってこれさ S5 M2 と同じような同じバッテリー。これ本当にね、ほぼバッテリー。ほぼバッテリーよ。だからほぼバッテリーの横にほぼマウントだから、もう確かに余計な部分ないんだよ。確かにグーびっしりの肉まんみたいな感じ。いや、いいね。でもいい。やっぱちっちゃいのいいよ普通に。あとは使ってみての使用感だね。こんな感じです。コンパクトなのやっぱいいね。これはちなみに入ったんですけど F8 のマニュアルフォーカスオンリーのレンズ。帰ってきて今から開封しますのし。ケイスケの動画ちょっと今編集中なんですけども、今回撮ってきた素材に関しては、全部 JPEG 撮って出しです。JPEG の僕のね、オリジナルラットをかけてあるんですけども、それをリアルタイムラットで反映させたのをもうそのまま出してます。なので、ライトルームとかでは編集してないです。で、ローをね、確認したいという人もいるかなと思ったので、期間限定ではあるんですけども、僕のノートのロー配布マガジンの方でローも配布します。なので、ロー気になる方はぜひね、使ってみてほしいなと思います。ちょっとね、まだライトルームもしかしたら直後はね、対応してないかもしれないんですけども、対応したタイミングでぜひいろいろいじくってみてください。それでは動画の続きどうぞ。おはようございます。ということで南禅に着きました。ここでちょっとシューティングしていきたいと思います。今何センチ？カットで。今はシグマのレンズを使ってます。見た目的にめっちゃ相性がいいわけじゃないんだけど、これがやっぱりね、こうルミックスのレンズの中では一番サイズ感的にも重さ的にもぴったりで、かつ便利っていう感じなんで一番使ってますね。これだったらギリギリ自撮りできるぐらい。YouTube. So what's your name? My name is Stanley. Stanley. Yeah, thank you, Stanley. Yeah. 舞妓さんにめちゃくちゃ群がってます。ズーン。ガチダッシュ電子手ブレ補正テスト行ってきます。ただ手ブレ補正じゃないのよ。それただのダッシュなのよ。
アイシールド21。そういえば動画の時の手ブレ補正の話なんですけど、今手ブレ補正の通常モードに電子手ブレ補正を標準でかけてるんですよ。で今、シグマの 2870mm のレンズで撮ってて 28mm でこう手を伸ばしてこのぐらいです。なんで、ちょっとクロップされちゃうんですけども、おすすめは電子手ブレ補正標準と強とあるんですけど、強にすると結構クロップされちゃうんで、できれば標準で使うぐらいでも十分かなと思います。標準で使っても全然結構早めに歩いてこのぐらいで手ブレ補正をかけて手ブレあんましない状態で撮影ができるんで、全然これでいけるなと思うぐらいです。わあ素敵。ありがとうございます。何やったの？可愛い強いですよね。次のスポット見てます。ケイスケの動画。はい、ということでたくさん撮影してきました。こちら新しく出たパナソニックルミックス S9 というカメラいっぱい撮影してきたんで、ちょっとこの感想とかレビューもこれからしていきたいと思います。てかまず良くない？見た目もうこんなさコンパクトなカメラをパナソニックが出してきてくれたっていうのが僕結構嬉しくて、やっぱ僕普段はこのねフルサイズセンサーが大きいカメラを使うのがやっぱボケ感も多くて好きで、今のカメラ業界キヤノン、ニコンとかあとはソニーとかパナソニックもありますけども、その中で唯一ソニーだけがコンパクトめのカメラを出してくれたんですよね。だから今まではソニーを使うことが多かったんですけども、今回パナソニックからも出てきたということで、本当にこれはちょっとメインの1個になるかなと僕は思ってます。これ僕手元に届いてからこうやって YouTube で自撮りする以外はこれしか本当に使ってないです。そのぐらい僕は気に入ってます。ちなみにトバちゃんトバログとも会いましたけども、トバログもずっとこれ持ってたで、まずこの S9 どういうカメラかという話なんですけども、本当に見た目がおしゃれでコンパクトなカメラなんですけども、中身はですね、僕が普段から推しているパナソニックのルミックス S5-2 というカメラ、これと中身がほぼ一緒なんですよね。中身のスペックはほぼ一緒。ざっくり言うと、画素数が2420万画素で、動画に関しては 6K の 30p10 ビットっていうところまで撮れて、4K の 60p はクロップされちゃうと。なので写真もまあ普通に撮れるし、動画に至っては10ビットっていう本当にね情報量を多く含んだ状態で本当にプロ並みの映像が撮れるよっていうのが特徴になっています。でそんな感じでスペックは一緒なのに重さが 486g ということで、実はですねこの僕の持ってる富士フイルムの XS20 これよりも軽いんですよ。これが確かバッテリーメモリーカード込みで 491g なので、5g なんですけどもこの S9 の方が軽いという形になります。もちろんねレンズとかは違うので一概には言えないんですけども、本体だけで言うと軽いという感じ。本当僕にとってはこの S5-2 かなり気に入って使ったので、今まで推してたカメラがコンパクトになったよってだけでかなり熱いんですよ。でコンパクトになった代わりにファインダーがなくなったりとか、あと電子シャッターがなくなったりとかしてあるんですけども、僕ちょっとね最初正直聞いた時はうわしんどと思ったんですけども、今はもう本当に気になってないですね。後でその理由もちょっとご紹介します。でそう言いたいのが手ブレ補正めっちゃ強くて、これはねちょっともう言っときたいんだけど、今存在するフルサイズカメラの中で手ブレ補正が一番強いのはこのねパナソニックの S9 ないしこの S5-2 です。これはもう確実に言える。もういろんなカメラ使ってきたけど、最近ねこのルミックスのカメラアップデートが入って手ブレ補正めっちゃ強くなったんですよ。今までの手ブレ補正の感じだったら確かにパナソニックのカメラもう普通に強かったんですけども、効かせた時にちょっと端っこの方がぐにゃっとなる現象があって、それがなくなりました。なんかね話を聞いたらですね、そのぐにゃってなんのを逆から位相をかけて打ち消すみたいなノイキャンみたいなのをしてるらしくて、なんかそんな難しい技術を使って手ブレ補正めっちゃ強くしてるらしいです。なんで本当に存在するフルサイズのカメラの中ないし APS-C のカメラ含めても一番手ブレ補正強いのはもうこの2機種なので、やっぱ手ブレ補正大事だなって思う人には本当に推したいカメラです。ケイスケの動画でここまでサクッとねスペックを紹介してきたんで外観もご紹介していきます。
はい、ということで外観見ていきます。こちらが、ルミックス新しいカメラ S9 のカメラです。ちょっとレンズ変えてみました。これ新しく発売される、めちゃめちゃピーキーなんですけども 26mmF8 固定のレンズもう映るんですみたいなレンズになります。しかもマニュアルフォーカス限定っていうね、聞いたらこれもレンズキャップ代わりに使ってくれという話らしいんで、もうレンズキャップ代わりに使ってます。なんでこのレンズね、実は上にフィルターもつけられないし、レンズキャップももうつけられない形になってます。もうこれ自体がレンズキャップなんで、っていう感じ。こんなん誰が買うねんと正直思いながら、でもちょっと男心くすぐるレンズだなっていうふうには思っています。やべえ、シール剥がし忘れてました。僕このね、シールつけっぱの方が可愛いなと思ってつけてるんですけど、一応剥がしとこう。ほい、こんな感じです。一応ね、S9 っていうのがこの裏側のここにロゴが入っています。ロゴっていうか品名が入っています。本当に非常にコンパクトで見た目もいいカメラ。さっきも言った通り、ここのね皮の部分の空張りが4種類あって、で今後も追加されてくるんじゃないかなとは思うんですけども、今のところはブラック、ブルー、レッド、グリーンという形で、日本での発売はブラックだけなんですけども、後で張り替えるサービスがあるという形らしいです。で後ろのボタンはこんな感じ。ちょっとボタンはね、少なめなのでカスタムが必要かなと思うんですけども、1個大きな特徴はここのラットボタンですね。このラットボタンっていうのが追加されました。これですね、何かっていうと、ラットっていう話がちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、要はこのカメラの色味、写真とか動画の色味をここで変更することができるんです。これ結構便利というか、僕も嬉しいし、カメラ初心者だったらより嬉しい機能だと思うんで、これ後ほどじっくりご紹介します。ここの機能で、外観的にはそんなもんなんですけど、モニターがバリアングルという感じ。あとね、僕結構好きなのがここの部分ですね。この辺が脂肪感がちょっとあって、ちょっと高級感あるんですよ。なんかソニーのカメラとかって割とツルツルしてて、結構こうプラスチックな感じがあったんですけど、僕はなんかね、割とこの高級感がある感じは好きですね。で一応サイドのところも紹介しておくと、こっちに、マイクのジャックがあって、こっち側に USB-C と、マイクロ HDMI があります。もう本当にね、かなり削ぎ落とされてる感じですね。結構この USB-C から充電できるんですけども、充電しながらこう持つのが結構難しかったりするんで、そこの部分もちょっと削ぎ落とされてるなっていう感じはややします。そんなね、ここで充電することもないんで僕はいいんですけど、結構ね、前の S5-2 とかだとこっち側、要は持つ逆側にね USB-C の端子がついてたりするんで、充電しながら全然使えるねみたいな感じだったんですけども、こっちの S9 の場合は充電しながらだとちょっと使いづらいかなっていう感じがします。はい、ざっくり外観はこんなもんでしょうか。ケイスケの動画で、こちらルミックス S9 のちょっと新しい大きな機能を4つぐらいご紹介したいんですけども、まず1個3対2の動画が撮れます。基本的に動画っていうのは16対9という比率が一般的なんですけども、これが3対2っていう MP4 ライトっていうねモードで撮ることができます。でこれ何がいいかっていうと、スマホに送った時に縦にする時に余計なクロップ幅がないっていう感じになります。わかるかな。最近はね縦動画とかも流行ってるんで、そのまま横で撮ってそれを縦にしたいっていうニーズもあると思うんですけども、なんかちょっとだけ、普段の動画よりは縦長の動画が撮れてるっていう感じになるので、普通に横の動画を今後縦としても使いたい場合っていうのも想定してこのモードが用意されています。これなんか今のコンテンツクリエイター的には嬉しいですよね。で2つ目がラットボタンです。でこのラットっていうボタンがさっき追加されたとご紹介したんですけども、このラットのボタンを押すことによってカメラ内で撮影できる色味っていうのを自由に編集することができます。言うとラットっていうのはインスタグラムのフィルターみたいな、なんか色味とかの情報が保存されてるデータみたいな感じなんですけども、それをここに10個ぐらいプリセットとして登録することができて、でこの中から自分の好きな色っていうのを選択してその場で撮影することができます。それが今までは自分でね作ったりしなきゃいけなかったんですけども、もともと入ってるラットっていうのも結構いい色味で撮れるし、あとはですね、アプリ、これ3つ目のいいところなんですけども、アプリでルミックスラボっていう新しいアプリが出ます。でこのアプリだとラットっていうのをそのままクリエイターの一覧から、このクリエイターのこのラット使いたい、このクリエイターの色味表現したいって言った時に、そのままアプリ経由でダウンロードしてこの中に入れることができて、それをもうすぐに使うことができます。なんでこのカメラの中の色味っていうのがめっちゃ無限大になって、かついろんなクリエイターの色味をそのままカメラ内で表現できる。これめっちゃいいんですよ。本当に僕今まで気になったのが、いろんなカメラ使ってるんですけども、撮ってる時の色味があんまりこうおしゃれじゃない、エモくないっていうのが僕気になったんですよね。確かに富士フイルムとか、フィルムシミュレーションがあったりとか、ソニーのクリエイティブルックっていうのももちろん綺麗ではあるんですけども、やっぱ自分の色を入れたいだったりとか、あとはクリエイターの色を簡単に表現したいっていうニーズもあ
ると思うんで、そういった意味でもう取っ手出しそのまま取った時の色味が一番おしゃれなのはもうこのルミックスになりました。完全にこれになりました。正直このね、ラットっていう言葉自体があんまり広まってないというかね、一般的じゃないのでちょっと入りづらいというか、シンプルにカラーフィルターとかカラーシミュレーションとかでも良かったと思うんですけども、もう本当に一般的な色味のフィルターテンプレートとして使えるという形になります。でこのラット色味のテンプレートっていうのはカメラの中に29個までメモリーで入れることができて、かつそのラットっていうのを2つ混ぜたりとか、その割合を変更することができたりもします。そういうなんかこの人の色味とこの人の色味ちょっといいんだけどちょっと混ぜ合わせたいなみたいな、そういうニーズにも対応してる、少しニッチな機能かもしれないんですけども、そういうクリエイティブなこともできるということで、ぜひね使ってみてほしいなと思います。で大きな特徴というか S9 のいい機能4つ目がハイブリッドズーム。これがね僕的には一番推しなんですけども、それはですねこのねズームレンズを使用した時に使える機能です。これね発表会の時に説明されてたんですけども、この発表会の説明全然わからなくてなんかどういうことと思ったんですけども、実際に使ってみてかなりいいなと思いました。このハイブリッドズームっていうのは特にね僕は動画で使う機能だと思ってるんですけども、この S9 っていうカメラは画素数が2420万画素あります。動画 4K で撮ろうとしても 4K って大体1200万画素あれば十分なんですよね。1200万画素あれば 4K で撮れると。ってことは2400万画素ある中のこの端っこの部分1200まで行く間のここの部分って使ってないじゃないですか。使ってないというか、全面使うとしても凝縮してるし、余計にあるみたいな部分のはずなんで、今までフルサイズのカメラ、ソニーのカメラないしルミックスのカメラ使ってる人はわかると思うんですけども、クロップっていうのができます。APS-C クロップって言って大体 1.5 倍ぐらいまで、画素数のあるカメラであればクロップができるという機能があります。で今までのカメラでは 1.5 倍にするときに何かしらのボタンとか設定が必要だったんですよ。こう一番ズームします、一番ガッてズームします 50mm の時にもう少し望遠が欲しいなって思ったらポチッとボタンを押して 1.5 倍にして撮影するみたいなことが必要だったんですけども、今回のハイブリッドズームからこのハイブリッドズーム機能をオンにしておくと、このズームレンズのなんていうのかな、ズーム域の比率に合わせて拡大してくれるようになりました。なんでこうね表現が難しいんですけど、これ今つけてるレンズが 2870mm のレンズなんですけども、広角側はそのまま 28mm で使えるんですけども、マックスまでズームするとこれ 70mm じゃなくて 109mm までズームすることができます。約 1.5 倍までズームすることができるという感じになります。このズーム域、この今使ってる焦点距離のズーム度合いに応じて倍率を変えてるらしくて、そういう感じで端的にこの 2870mm っていうのが 28-109mm のズームレンズとして動画の場合は使えると。写真の場合も使えるんですけども、やっぱその場合は画素数が減っちゃうので、ロープラス JPEG で保存できてるので、ローの場合は普通のねそのままのズーム域で保存できてるらしくて、後からちょっと画素少ないなと思ったらこっちのねローを使うっていうこともできるんですけども、基本的には動画の方が使いやすいかなと思います。 4K で使う時に全然もう問題なく28から 109mm まで使えるという形なので、これは結構いいですよね。っていう感じで大きな特徴4つあって、僕結構ハイブリッドズームとか本当に使い込んでるんでかなり気に入ってます。しかもね色味ももう自分の色味でできるんで、これね見てよ、取って出しですよ。これ取って出しでさ普通に SNS でポンってシェアできるのってやっぱ嬉しいんですよね。今までこうソニーのカメラとか他のカメラ使ってて、もちろんそのカメラの色味っていうのもいいんですけども、やっぱそれをこう SNS にシェアするときにちょっと自分の色にしたい、一手間かけてたんですよ。ライトルームで読み込んで自分の色当ててシェアするみたいなやったんですけども、このリアルタイムラットの機能であれば撮ったものをもうそのままシェアできるんで、すげえ楽だなと思います。しかも新しいアプリでね接続性も結構良くなったんで、なんか常時のね Bluetooth 接続もできるようになったんで、その辺もかなり楽になったなっていうふうには思います。なんで本当グッドポイントで言うと、さっき言ったリアルタイムラット、あとコンパクトさ、ハイブリッドズームでプラスしてバッテリー持ちも結構良くて、 S5-2 使った時しんどいなと思ったんですけども、だいたい S5-2 の 1.3 倍 1.5 倍ぐらい持つかなくらい持つと思いますっていう感じで、バッテリー持ちも結構いいです。でさっき言ったファインダーがないっていうのをデメリットに感じてたんですけども、モニターが結構綺麗だからか自分の色味が当たってるからか分かんないんですけども、あんまりファインダーがないのも気にならないです。やっぱファインダーがない一番のこう嫌なところってテンションが上がらないところだったんですけども、自分の色味を当てられるんならそこそこテンションを保てるというか、これちょっとごめんなさいね、僕の個人的な話になっちゃうんですけども、なんかそういうテンション感で言うとファインダーがなくてもかなり写真に没頭できるなという感じがあります。出来上がりが見えてるのってやっぱいいですよね。であと価格も20万円ぐらいっ
ってことで、このスペックのカメラからするとやっぱ一番安いんですよね。ボディ単体でだいたい25、28とかする中で20万円で手に入るってやっぱかなり嬉しいと思うんで、値段的にもこう僕としてね、すごく押しやすいカメラだなと思います。ケイスケの動画。はい。で、ここまで聞いてもらって、おお、すごいカメラが出たなと。いや、もう、資格ないんじゃねと思うかもしれないんですけども、もちろんね、ちゃんとデメリットもあるんで、そこもしっかりとお伝えします。ちょっとこれきついなみたいなものもあるので、ちょっとね、それもじっくりご紹介したいんですけども、まず、ファインダーがないところ、さっきも言いましたよね。で、ファインダーがないんだったら、後で付けられればいいなとか、僕思ったんですよ。大体ね、今のカメラってここに電子接点っていうのがついてて、後からファインダーをつけれるカメラっていうのも存在するんですよね。なんですけど、この S9 なんとファインダーがない上に、ここコールドシューなんですよ。要は電子接点がないの。なので、ストロボとかを上につけて発光させることはできないです。これはちょっとデメリット1個目。あと2個目は電子シャッターですね。やっぱ僕は結構シャッター音とかあった方がいいし、シャッター切った時に、ちょっとこのパシャッと閉まる時のなんか衝撃みたいなのもあると結構テンションが上がるタイプなので、やっぱりこう電子シャッターよりもメカシャッターあった方が良かったかなっていう風には僕個人的には思います。一応この電子シャッターの音色っていうのも3種類から選べたりとか、あと音量もね、ちょっと選べたりするので、そこら辺のカスタマイズ性はあるんですけども、一応電子シャッターという形になります。他はボタン関連ですね。やっぱコンパクトな分ボタンとかは結構絞られてるんで、今までプロフェッショナルなカメラを使った方からするとちょっと困る部分もあるかなっていうのと、メニューがね、むずい。メニューはこっちのね、ルミックス S5-2 と同じなんですけども、ルミックスのメニューってなんか難しくて階層が。で、僕結構これ1、2年使ったんですけども、やっぱ未だにどこにどれがあるかっていうのが分かんない時があるんで、ちょっとメニュー難しいなっていうふうには思います。なんかしかもデフォルトでなんでこれオフなんだろうみたいな機能があったりして、例えば常時プレビュー、マニュアルモードにした時の常時プレビューって言って、明るさがここのねモニターに映ってる明るさと実際に撮れてる明るさが違うんですよ。でそれを直す常時プレビューっていう設定があるんですけども、それがデフォルトでオフになってます。それはね確かこっちの S5-2 でもそうなんですけども、そういうのがオフになったりするんで、それを直すのに少し手間がかかるかなっていうのもデメリットの一つかなと思います。あとはこのねコンパクトなカメラに合うレンズっていうのがあんまりないかもっていうのもあるんですけども、もう一個僕がねちょっと気がかりなデメリットがあって、動画が15分までしか回せないんですよ。正確に言うと 6K の動画だと10分、 4K の動画だと15分、C4K も15分ですね。でフル HD の動画だと20分まででもうキャップがかかります。なんか熱で止まるとかそういうのじゃなくて15分までしか回せないです。それ以上回したいっていう場合には15分撮って、で1回止めて、でまた押し直して15分撮ってみたいなのを繰り返す必要があります。でこの仕様はさ、いまいちよね。これやっぱね結構海外の人とかもめっちゃ言ってて、やっぱ15分だけしか撮れないっていうのは結構しんどいよねみたいな話してて、このキャップがないだけで5倍から10倍は本当に売れてるカメラだなと思います。そんぐらいこの15分制限っていうのは厳しいなっていう風に僕は思っていて、なんかもう本当に正直ぶっちゃけな話すると、今撮影してる、使ってるカメラがソニーの α7C2 ってカメラなんですけども、これも長く使ってると止まるんですよ。で多分ねそれと同じぐらいだと思うんですよね。実際にこう寒い地域とか、冬のシーンだったらそんなに止まらないけど、夏のシーンとかだったらやっぱ止まりやすいよねっていうところがある中で、ルミックスとしては熱で止まるのが良くないということで、もう15分でキャップかけちゃってるらしいんですけども、いやそれはさ、それはもう熱で止まるかもみたいなモードも用意してくれよって思うじゃないですかね。そこだけはちょっとねいただけないなって僕は思っちゃいました。長回しするのは僕みたいなこう YouTuber がメインかもしれないんですけども、例えばね、子供の運動会で使うとか発表会で使うっていうのもそうかもしれないし、なんだろうな、なんか大事なシーンでちょっとした隠しカメラに使うとか、そういうのもあるかもしれないし、なんだかんだやっぱ15分ってちょっと短いんですよね。やっぱトークしてて15分で切れるっていう風になったら、もう大体10分ぐらいでもう少しで切れるなっていうのを想定しておかないといけないんで、なんかそのキャップがあるっていうのが結構しんどいなと思います。熱で止まるんだったら警告があればさ、ちょっと調整しますかみたいなことができたりとか、あとはここにつけるヒートシンクとかね、物理的に冷やして対策するっていうこともできたりするんですけども、そういうね対策もできないっていうのは結構しんどいなと思うので、今後のアップデートでこのキャップだけは本当に外してほしいなと
思います。もうこれは頼むって感じ。これだけはお願いしたい。本当に。てな感じでいいところ悪いところ紹介させてもらって、いやーと思う人もいたかもしれないんですけど、僕は使います。まあなんでかっていうと、僕にはね、他のカメラもあるし、それでね、YouTube 撮ってる時は他のカメラ使うんで、別に15分制限そんなに関係ないんですよ、僕は。それよりもコンパクトで持ち運びたくなるカメラで、かつ中身の色が自分の色にできてすぐ SNS にシェアできるってだけで僕はいいんですよ。もうそれが最高なんで、これを手にしてからはもうずーっとこのカメラだけ持ち歩いてます。本当に。で、しかも、その正直さっき言ったデメリットみたいな部分あるんですけども、そんなんね、ほんとプロとかカメラマニアしか気にしないから、あれコールドシューが電子シャッターがとか、マイクロ HDMI がとか言う人いるかもしれないんですけども、もうそういうカメラじゃないんで、これ。そういうカメラじゃなくて、これから新しくカメラを始めるとか、ね、なんかちょっといい色で撮りたいなっていう、まあ、どっちかっていうとビギナー層ですよ。そういう方が手に取るカメラとしては、まあ、15分制限ぐらいはちょっと気になるポイントがあるかもしれないんですけども、その他の点はもう絶対気にならないと思うし、まあ、15分制限もね、普段スナップ動画とかで使ってる分には一切気にならないポイントだと思うんで、僕はちゃんとデメリットな部分もお伝えしつつ、このカメラは自分が使うカメラなので、いろんな人にお勧めしたいなと思っております。ケイスケの動画。でもここまでいっぱい喋ってきちゃったんですけども、今回も徹底的にお話ししたいんで、もう2個ぐらい言いたいところがあって、まず1個はソニーのカメラと、まずちょっとどういったところが違うのっていうところ気になると思うんで、軽くトークしていきたいと思います。で、やっぱフルサイズ、このセンサーが大きなセンサーで、フルサイズで、コンパクトなカメラっていうと、ソニーのカメラが一番最初に思い浮かぶと思うんですよね。知ってる人は。で、ソニーのカメラで言うと、よいしょ、この辺。はい、こちら僕が持ってる ZV-E1、こういうカメラがあります。こういうカメラか、今撮影に使っている α7C2 というカメラがあるんですけども、まずこのね ZV-E1 との比較をすると、この ZV-E1 って1200万画素なんですよね。画素数がこの S9 に比べて半分ぐらいだと。なんですけど、その代わり 4K の 120p、4K のスローモーションが撮れるっていうのが1個特徴になっています。なんでスローモーション欲しいよって人は、こっちのね ZV-E1 かなり軽くておすすめなんですけども、なんか写真を撮ったりとか、色味がおしゃれにしたいとか、まあ手ブレ補正とかですね、そういう場合にはこっちの S9 の方が全体的には使いやすいかなと思います。もうこっちに関しては完全に動画向けって感じで、写真も撮れなくはないんですけども、やっぱ1200万画素だとちょっと物足りないなって人もいると思うので、写真のことも前提にするんであれば、やっぱりね、こっちの S9 の方がいいはいいかなと思います。もちろん撮れないわけではないです。で、もう一個、α7C2、まあ、ないしね、本当は α7CR っていうカメラもあるんですけども、僕は持ってないんで、α7C2 との比較になるんですが、α7C2 に関しては、この S9 と比べて、ファインダーがついてます。なんで、ここにね、覗き穴がついてるってことで、より一層写真に集中しやすいかなっていうポイントはあります。しかも、全体使ってみての話だけど、万能感があるのはやっぱソニー。もうこれはね、スペックもほとんど一緒。画素数に関しては、α7C2 が3300万画素で、こっちの S9 の方が2420万画素なんで微妙にね違ったりはするんですが、4K の10ビットまで撮れたりとか、あとは 4K の 60p がクロップされたりとか、動画とか写真のスペックっていうのは大体一緒なんですよね。その上で実際使ってみるとソニーの方が万能感はあります。なんでもう無難に使いたいなっていう場合はソニーの α7C2 の方がもう無難ではあるんですけども、こっちのね S9 の方がいいなと思うポイントとしては主に3つで、1個はリアルタイムラット、さっきからご紹介している色味の部分ですね。それやっぱ色味っていうのがソニーの場合はクリエイティブルックっていう中に入っている色味しか設定できないというのに対して、この S9 に関してはいろんな色味をインストールすることもできるし、自分の色味を作って入れることもできる。それがめっちゃいいです。で、2つ目は手ブレ補正なんですけども、手ブレ補正はもう圧倒的にこっちの方がいいです。それに関してはもう本当にレベチっていうぐらいにこの S9 がいいんで、これはもう言いまでもない。で、最後もう1個は見た目ですね。やっぱり僕結構いろんなね、人にカメラをおすすめしてきて、で、カメラを持ち運ばない理由としては、1個は重さなんですけども、もう1個は見た目。で、やっぱりこう持っていってテンションが上がるカメラっていうのが結構大事なんだなっていうのをすごいひしひしと感じている中で、こういうね、カラーバリエーションがあるとか、見た目がおしゃれなカメラっていうのは僕もね、すごく大事にしたいなと思っているので、そういった見た目の点でもこっちのね S9 が勝ってるかなと思います。ちなみに写真とか動画の色味、クオリティに関しては実はね、ルミックスの方がソニーよりは全体的に好きなんで、なんかその辺もルミックスを押すポイントでもあります。今のはあくまで一意見なんですけども、コンパクトなカメラ欲しいよっていう方はぜひね、今の意見を参考にチェックしてみてください。そしてまだもう一個言いたいところがあります。おすすめのレンズですね。この S9 にどんなレンズを合わせたらいいんじゃっていう話。もちろんね、ここについてる 26mm F8 のレンズとかもあるんですけども、これはピーキーじゃん。これはなかなか
で、難しいレンズだと思うんですよ。ね。って考えたら、今のね、発売されてるレンズの中からこう選ばなきゃいけないんですけども、ルミックスのレンズって全体的にちょっとごつかったりとかするので、なかなか選ぶのが難しいかなと思います。なんですが、いや、これは合ってるわっていうのをもうパッと思いつきまして、それがね、こいつです。でね、このシグマのレンズ、シグマの I シリーズってレンズがあるんですよ。この単焦点のラインなんですけども、この単焦点ラインめっちゃおすすめです。ちょっとつけてみよう。わざわざ買ってきました。これ。ほら、合ってる。ほら、これ良くない？これでしょ、もう完全に。で、これ僕が買ったのは 35mmF2 のレンズなんですけども、トバログは 45mmF2.8 のレンズをもう本当にすぐに買ってました。はい。ってぐらいこのね、シグマの I シリーズはめっちゃぴったりだと思います。ラインナップ結構いっぱいあるんですけども、その中でも結構ね、コンパクトな 45mmF2.8 っていうレンズか、それか、僕はですね、この 35mm っていうそこそこの広さで撮れて、F2 っていう明るさで撮れる 35mm の方がいいかなと思って、この2つどっちかがまずはおすすめかなと思います。だから 45mmF2.8 の方が 100g ぐらいね、こっちのレンズより軽いんですけども、それよりもやっぱ 35mm っていうちょうどいい、スナップにちょうどいい広さで、かつ F2 っていうボケ感が僕は結構テンション上がるなと思ったんで、結局こっち買って本当に良かったです。いっぱい作例並べとくんですけども、座ってこうテーブル越しにもいろんな写真撮れるし、ボケ感もしっかりしてるし、あとは描写もめっちゃ綺麗なんで、本当このレンズはね、買って良かったです。マジでこの S9 と一緒に買うんだったら今このレンズが一番おすすめ。このね、パナソニックさんに招待されといて、パナソニックのレンズ押さないんかいと思われますが、もう正直言ってシグマのレンズがめっちゃいいです。まあ見た目のレンズとしてはこのシグマの I シリーズか、もしくはもうオールドレンズで使っちゃうっていうのが結構いいと思ってて、オールドレンズもね、M マウント用のレンズだったら結構コンパクトに収まるんで、僕はそのセットアップも日本に帰ったら使ってみたいなと思っています。で、プラスしておすすめしたいレンズがあと2つあって、1個はこのね、シグマの 2870mm。これはもうずっと S5-2 の時から推してたんですけども、マジでいいんで買ってほしい。これね、28mm っていうそこそこの広角から 70mm っていうまあまあぼちぼちの望遠までいける。かつ F2.8 の明るさなのに、これ 480g っていう軽さなんで、めっちゃ軽いです。ほんともうこれ迷ったらこれ、見た目的にバッチリっていうわけじゃないかもしれないんだけども、迷ったら絶対これはおすすめなんで、これ買った方がいい。しかも今回のね、新しく入ったハイブリッドズームっていう機能を使えば、動画の場合は28から 109mm まで使える F2.8 投資のレンズで、この軽さなんで、これは絶対買うべきです。で、ラストもう一個もシグマのレンズなんですけども、シグマ 16-28mm っていうレンズがあります。これね、僕もね、買ってくればよかったなと思って、ちょっとね、しまったなと思ってるんですけども、このレンズもめっちゃおすすめで、16mm から 28mm っていう広さ、で撮影できると。例えば自撮りする人とかね、この 16mm かなりいいなと思っているので、この 16-28mm は本当に軽いし、かつコンパクトで自撮りとかもかなりぴったりのレンズになってます。なんで普通にね、冷静に考えてスペックだけ考えると、ソニーの最近 16-25mm っていうレンズが出たんですけれども、それよりもレンジが広くて、かつソニーのこのレンズの一番の強みって動画の手ブレ補正だったんですけど、それはこの S9 で使えば、シグマの 16-28mm で十分だと。なのに半額ぐらいで手に入ると。ちょっとね、比較対象が変かもしれないんですけども、そんな感じで本当に非常に便利なレンズです。伝わるかちょっとわかんないんですけども、本当 Vlog とか使いたい人はこのね 16-28mm めっちゃおすすめで、さっき言ったハイブリッドズーム使うと 28×1.5 だから、約 42mm なんで 16mm、42mm の F2.8 ぐらいで使えるという形になります。かなりいいよね。ということでおすすめのレンズはシグマの I シリーズ、僕としては 35mmF2 のレンズと、シグマ 2870mmF2.8 のレンズと、もう1本はシグマ 16-28mmF2.8 のレンズ。この3本めっちゃおすすめなんで、Vlog で自撮りするって方は広角から、それ以外の方はこのね2本のどっちかから選んでみてください。ケイスケの動画。はい、ということで言いたいこといっぱいあって本当にたくさん喋っちゃいました。いかがでしたでしょうか。僕めっちゃ気に入っているこの S9 というカメラ、本当に冒頭にもご紹介したんですけども、コンパクトなカメララインにパナソニックが入ってきてくれたっていうだけで僕はめっちゃ嬉しいんですよ。で、それでいて見た目がおしゃれだと。で、テンションが上がる色味をしてると。っていうだけで、このね、さっき言ったデメリットなんで吹き飛ばすぐらい、もちろんね、15分制限だけはなくしてほしいんですけども、それを吹き飛ばすぐらい、本当ね、メリットが勝ってるカメラだと思います。今回レビューさせていただいたポイントっていうのを踏まえながら、ぜひですね、皆さんの方で検討していただいて、うわ、これ気になるわと思っていただいたら、ぜひね、買ってみてください。
ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてカメラ、写真、動画好きのコミュニティ屋根裏っていうのもやっております。みんなでオンラインで交流したりとか、オフラインでフォトウォーク行ったりもしておりますので、ぜひ気になる方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。